小学生まで人間は卵から生まれると思っていました。ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの卵が生まれた後どうやって管理すればいいのかとか、孵化までどういうことを気をつけてあげたらいいのかってことを話したいと思います。爬虫類によっては交尾をオスとメスが交尾しなくても卵をポコポコって産むパターンの生き物もいるんですけど、ボールパイソンでそれはもうほぼ聞いたことがないですね。基本的にはオスとメスが交尾をして排卵が来て産卵に至ると。なのである日いきなりそんなつもりはないのに生まれていましたみたいなことはなくて、生まれてくることを願ってオスとメスを一緒にして交尾をしてもらって生まれるわけですが、ボールパイソンの卵は生まれてから産卵してからだいたい60日ぐらいで孵化すると言われています。環境の温度が高いともうちょっと早くなったり、環境の温度が低いともうちょっと短くなったりするんですけど、おおよそだいたい60日2ヶ月ぐらいで卵にピッて切れ目が入って、そこから赤ちゃんヘビがですねプッて顔を出すんですね。であれそれ戻ったりとか、そういうのを繰り返しながらピルッと出てくるんですけど、だいたいこの60日の間は、うちでは温度は31度ぐらいで湿度は 90% を下回らないような環境で育てています。温度が高すぎると奇形になったりするんですね。で逆に低すぎると中で死んでしまったりするので、この時は結構いつも以上に気を使って温度と湿度の維持して最適な成長をしてくれるように気をつけています。うちだとインキュベーターって言ってケージみたいなケースみたいなのがあって、そこの中の温度と湿度を一定にして、空気の循環もするようにしてその中に入れて、あんまり触らない、生まれろみたいなのはせずに60日間そっと見守るような感じで生まれてきてくれることを待っています。でこれ何が入ってるのかっていうと、ボールパイソンの卵をですねその60日の間どうやって管理するのかっていうのは結構人によって違うんですけど、うちだと一番簡単なものだとこういうものがあって、おなじみダイソーのシューズケースですね。でたまたまサイズがちょうどぴったりこういう卵を置く用のトレイがあるんですね。こうやってドンと。で湿度 90% 以上というのを維持するのはなかなか水源というか水が必要なので、もうこれ開発された時はもう水だけでいいですよっていう題目で開発されたみたいで、下に水を入れておいたらあとはこれを乗っけて卵を乗せてラップするなりなんなりして密閉性を高めて蓋をしてこれでいいみたいなものもあったりします。これは2000円ちょっとぐらいでお店でも売っていますし、いろんなところで目にする機会も多いんじゃないかなと思いますが、こういうねバーミキュライト、園芸用の材料を使って、管理することもあります。このバーミキュライトがあると、湿度が維持しやすいっていうのと水分とか水とかがクリーンに保ちやすいのでこういうのを使ったりしている。バーミキュライトの上に卵を直接置いてもいいんですけど、何かあってビシャビシャしたりしないようにネットみたいなのを引いて水でビチョビチョに濡れることを防いだりもします。これも本当にいろんな人のいろんなスタイルがあって、ピンみたいのを立てて卵が転がらないようにする人もいるし、もう何もせずに僕みたいにボンボンと置く人もいるし、このバーミキュライトも爬虫類の卵専門のハッチライトっていうのかな、そういう孵化することにさらに特化した卵の管理にさらに特化したものもあったりします。あとこれを入れる量も人それぞれで、これちょっと分かりやすいように思いっきり入れてるんですけど、ここまで入れないでも大丈夫だとは思いますし、そもそもこういう水だけで育てることもできるよというものもあったりするので、これはねもうだからそれぞれのスタイルですね。自分が教わった方法で、あるいは自分がやってきた方法で自分なりのスタイルができていって、それに従ってやっていくってことが多いかなと思います。この60日間の間に気をつけなきゃいけないことは、温度湿度を適正な数字に保ってあげるということと、転がさないっていうのがすごい大事で、ボールパイソンの卵は向きが決まってるんですね。これをひっくり返したりすると呼吸ができなくて中で死んじゃったりするので、卵が生まれたばっかりの時は割とどっちでも大丈夫らしいんですけど、ちょっと中で成長したりするともう肺の位置が決まってきて、その向きじゃないと呼吸できないので転がらないように気をつける。だからいつも取り出して見て、あっって転んだりとかしたらもう大変だから、あんまり触らないようにして、で万一転がっても一瞬ならすぐ死ぬってことはないと思うので、正しい位置が分かるように印をつけたりして
います。卵として生まれたらあとはもう必ず孵化するっていうわけでもなくて、やっぱり生き物なので中で死んでしまったりとか、そういうことがあったりするので、僕らはですね生まれた後も実際にヘビが出てくるまでドキドキしながらヒヤヒヤしながらこの60日間を過ごすわけですね。実際に切れ目が入ってそこからピュルッと出てくるんですけど、鶏の卵みたいにこうパキパキパキって割れるとかじゃなくて、ちょっと硬い弾力性のある材質なので切れ目が入ってそこからピュルッと出てくるんですけど、生まれてくるまでどんな柄をしてるかとか何色かとかっていうのが分かんないんですね。こういうお父さんとこういうお母さんだからこういう種類の子供が生まれうるだろうっていう計算はできるんですが、実際にどんな柄をしてるかとか実際にどの色かとか分かんなくて、こっちの子が生まれてほしかったけどこっちの子が生まれたとか、こっちの子が生まれる可能性はもうなんか 1% あるかないかで、こっちの子が生まれる可能性は 50% ぐらいだけどこっちが生まれたとかいろいろあるわけなので、そういうことも楽しみにしながら生まれるのを待っています。で双子とかが生まれることもあって 2匹出てきたりするんですね。卵が生まれました。60日経ちました。無事にこう卵から孵化しました。その後のボールパイソンってこうちょっとねやっぱりぼーっとしてる子、みたいな、いきなりこうギャンギャンな子っていうのは結構いなくて、もうずっとぼーっとしてだんだんですねこう世界に馴染んでいくようなところがあるんですが、生まれた後はねなんて言うんだろう、こう体が膜というか普段の鱗よりちょっとこう強めの膜みたいのがかかってて、最初の脱皮初めての脱皮をするまでは本当の色とかがちょっと見えにくかったりしますね。こうくぐもっているような感じになるので、ファーストシェッドっていうんですけど、生まれてから2週間か1ヶ月ないぐらいでファーストシェッドっていうこう最初の膜を破って、その後で最初の食事をして、それでこうちょっと安心するっていうところがあります。ボールパイソンはその拒食といって、1年食べないでも生きていられるようなヘビではあるんですけど、生まれた直後もですね体の中にはお母さんからもらった栄養みたいなのがあるので、すぐ食べたりするわけじゃなくてちょっと落ち着いてから食べる。で何回か食べて食べるってことを覚えて問題なく餌に反応するようになって、それからこういうところに並んでいきます。これにだいたい2ヶ月かかるか1ヶ月かかるかっていうところの時間を経て、この卵から生まれた赤ちゃんがこういうところに並ぶわけですね。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの卵が生まれたらどういうふうにケアしてあげればいいの、育ててあげればいいのということをお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。